ハロー、皆さんお久しぶりです。先週はお休みさせてもらって、でその間にいろいろ考えてたら、こうやってカメラに向かって喋ってみんなとキャッチアップするの最近全然してないなと思って、今リカフェのオーツミルクラテを入れてまいりました。はい、先週はね本当にバタバタしていて、先週に限らずここ1ヶ月ぐらいすっごい目が回るような感じなんですけど、ちょっとこの1ヶ月ぐらいはキャパオーバーしちゃって3回ぐらい泣いてます。もうこれ以上できないよってキャパオーバーだよって言って3回ぐらい泣いたんだけど、決してネガティブな意味ではなく、やっぱりそういう感情ってたまに出してあげないとどんどんこう積み重なって溜まっちゃって、それがすごい大爆発するみたいなことがあるので、適度にそういう感じで出してあげないとなという意味で、デトックスの意味の、セッションだったなって自分では捉えてるんだけど、インスタとかでね、こういつもポジティブでいるにはどうしたらいいですかって質問をたくさんもらったりとか、ちょっとこう繊細なセンシティブな部分とかをシェアすると、かなちゃんもそういうとこあるんですねみたいなコメントをいただくことがあるんですけど、あるよね、みんなあるよね。なんかこう外から見るとすっごい元気な人とかさ、ハッピーな人とか、もう私なんかよりも全然ハイパーでエネルギッシュな人とかも辛い思いしてたりとか悲しい思いとか、ね、裏でしていて、それを見せずにみんなに元気なエネルギーをこう渡してる人たちってたくさんいると思うんだけど、友達とか大事な人とかに対して私もなんかそういう部分を見逃さないようにしないとなっていうふうにすごい思ってて、コロナで会えない人とかも多いけど、なんかこういう時だからこそみんなでみんなをケアするっていうのをすごい大事にしないとなっていうふうに最近すごく思っていて、見えないから存在しないんじゃなくて、こうやっぱソーシャルメディアの時代に私たちは生きていて、すごい切り取られた一部しか見えないこととかも多いし、特に今なかなか会えない友達とかもいると思うから。だけどなんかそれってその人の人生の本当に一部に過ぎないから、そうじゃない部分も大切な人たちのことに関してはなんかちゃんとこう関わっていきたい、関わり合っていきたいなっていうふうに最近本当にね思っています。キャパオーバーになった話をしたと思うんだけど、2020年はさ、すごいいろんなことがこう重なっちゃった年で、プライベートのことで手術もしたし、なんかそういうことも含めてこうちょっとメンタル的に苦しい時期を過ごした年でもあって、それに関してみんなとこうフルにって言ったらちょっと違うけど、みんなにちゃんとそれをシェアしてきてまだいないんだけど、それは自分の準備ができた時にしたいなっていうふうに思ってるんだけど、なんかそのタイミングで自分のキャパに関してすごい考えるきっかけになって、やっぱり仕事すごい好きだし、好きなことやらせてもらってるから、こうどんどん自分の境界線だったりとか限界だったりとかを押してでいきなりドバーってこうダッて疲れちゃうみたいなことを何回か繰り返していたんだけど、そうじゃなくて自分のキャパどれぐらいできてどれぐらいが心地いいのかっていうのをすごく学ぶ年でもあったのね、2020年は。でそれがあってからそういう自分の心地いいバランスだったりとか、自分の心地いいペースだったりとかっていうことに関してすごく敏感になってきて、それをちゃんと意識するようになってから、いろんなことが変わってポジティブな方向に変わってきたんだけど、最近はそれうまくできてなかったのかなっていうふうに感じることもあって、これは自分にも言い聞かせることなんだが、やっぱりさ、こう切り替えがすごい難しい時期でもあると思うの。家で仕事してる人とかも多いと思うし、なんかそういう意味で頑張りすぎちゃう人とか、気づかないうちにすっごいストレス溜まってたな実はみたいなこととかもあると思うから、
なんかそれはね、自分と向き合う時間っていうか、こう大丈夫、今無理してないみたいな対話を自分とすることみんなも忘れないでほしいなっていうふうに思います。とは言ってもすごいワクワクするプロジェクトがいっぱいあるので、毎日ワクワクさせてもらってはいるんですけど、エンサークルの展示会ももうすぐだし、オーダーも始まるし、今年はいくつかプロジェクトがあるっていう話をしてたと思うんですけど、もう一個のプロジェクトがやっと皆様に共有できる形に今なってきていて、ちょっといろんな事情で遅れがあったんですけど、それも早くみんなと共有したいなって思ってるし、あと2023年来年のプロジェクトがついこの間こうゆっくりスタートを切って、それもすごい楽しみなので、なんかそのワクワクと自分の心地よさのバランスをしっかりとって日々頑張りたいなっていうふうに、思ってます。これからちょっと気づいてる人もいるかもしれないんですけど、喉の調子が良くなくて、なんか喉がねウィークポイントみたいで、私はこう疲れたりとかしてくると喉がこうちょっと調子悪くなることがあるんですけど、これからちょっと針に行きたいと思います。何でも針で治すタイプなので体痛い時とかも喉が痛い時とかもすぐ針に行って、いつも行ってる脇坂鍼灸院さんで喉の針を打ってきてもらいます。打ってきてもらいます。打ちに行きます。針を打ってもらいました。針が苦手な人はちょっと見ないで、一瞬っていうかちょこっとだけ見せます。ドンドン。もうすごい赤みが出てきてるから反応がもう起きてるんですけど、これでしばらく置いてまた位置変えたりとかして治療していきます。サンプルが間に合うんだ。ボアは、1日着でアイボリーだけでつけアイボリーだけ写真なんかあります？すいません。前回のやつなんですけど。バーがね。今ボアをデニムにしちゃった。そうですね。そう。なんかしたボアにスラックスって着るのか私は全然しちゃうけど、それかもうスウェットにしちゃう。でもこれとちょっと似るよね。そうなんですよね。そうそう。ハロー。今日はなんとエンサークルのラブレタースウェットのサンプルが届きました。かわいい。今回もうめっちゃこだわって究極のスウェット作りました、私的にね。でこれが大きい方のサイズだと思うの。2サイズあるんだけど、ちょっとこの丈は短めにして、袖はねすごい長く作ったの。なんかその方が可愛いから。でプリントがここにブランドのロゴと、あと後ろの I love you のラブレター T シャツと同じ
プリントが入っております。これは白ベースの赤文字なんだけど、スミクロベースの白文字もあって、そっちのサンプルがまだ上がってきてないんですけど、この赤の色もめっちゃこだわってすごいいい色に上がったので本当に嬉しい。やっぱサンプルってね、上がってみないとどう出てくるかわかんないから、パントーンとかで色を選ぶ作業をずっとしてるんだけど、この生地との相性どうなのかなみたいなところがあって、上がってきて良かった時に、よかったっていう風になるんですけど、これもすごい気に入った形です。2回ぐらい修正かけてるのかな。で、襟元を結構タイトに作りました。襟とここの袖と、あとは裾のところは結構固めのリブになってます。やっぱトレーナーってさ、スウェットってさ、ここがすごい伸びてくるじゃん。で、ちょっとだらしなくなってくるのが嫌だなと思って固めに作りました。今回もう一つサンプルがあるのがこのトートバッグです。じゃん。ここに Thank you って書いてあって、エンサークルのロゴが入っております。で、これ後ろにちゃんと、底がちゃんとあるタイプ、マチがあるタイプで、あとね、ここにね、ポケットがついております。このポケットすごい大事で、トートバッグってさ、ちっちゃいもの、鍵とか携帯とか中で見つかんなくて、こうちょっと苦労することとかありません？特に買い物とか行ってさ、家帰ってきて、うわー、鍵がそこに入ってる、これ野菜とかなんかいろいろこうかき分けて見つけなきゃみたいなことで、ちょっとってなることが私はあるんですけど、そういう風のを避けるためにもこのポケットをつけてもらいました。で、このメッセージなんだけど Thank you って書いてあって、前にも Thank you T シャツ作ったことがあるんですけど、私個人的に思っているのが、感謝の気持ちをこういろんなとこで持つことによって人生ってすごい豊かになると思っていて、なんか何でも当たり前じゃないって思うこととか、あとはこう小さなことにもこう感謝することでそれに気づけたりすると思うので、そうするとこう幸福度が上がるというか、幸せ感度が上がるというか、そういうふうに信じているんですけど、そういう気持ちを込めてまたこの Thank you トートバッグにしました。よく使うものだからこそ大事なメッセージを載せるのもいいなと思ったし、あとはラブレター T シャツ、ラブレタースウェット同様、こう感謝の気持ちを込めてギフトにしてもらうのもすごいいいなと思って、例えばこうお母さんとかお父さんとか家族の人とか、あとは大事な友達とかにこうギフトしてもらえたりなんかしたらすごい嬉しいなって、これも思っているアイテムです。全体を通してね、すごいシンプルなものが多いブランドではあるんだが、まあ YouTube の場所では結構プリントものを紹介してるなって気がするんですけど、すごい無地のものとか、あとはこうクラシックなシルエットのものとかが多いんだけど、まあメッセージが入るものに関しては意味があるものにしたいなと思っていて、ラブレター T シャツ、ラブレタースウェットに関してはこう愛のこうエネルギーの連鎖が起きたらいいなって思ってるし、このトートに関してはこう感謝の気持ちがこういっぱい伝わったらいいな、感じてもらえたらいいなっていうふうに思っています。いや今日はずっと作業を家でしてたんですけど、これから最近めちゃくちゃハマってるローストポテトを作りたいと思います。おやつです。はい。フライドポテトが好きなことはみんな知ってる人が多いんじゃないかなと思うんですけど、揚げ物家でめんどくさいので、オーブンで焼いた方が簡単だし、あとヘルシーなので、最近めちゃくちゃハマって、これを2日に1回ぐらい作ってるんだけど、これからローストポテト作ります。ちなみにこれブルーライトカットメガネなんですけど、パソコンするときに一応かけてるんだけど、あんまり意味ないらしいよっていうのを友達から聞いて、でもあるかもしんないじゃんと思ってかけてます。作ります。まずはオーブンの予熱、うちは210度にしています。じゃがいもの皮むきます。これは長崎県産。じゃがいもがむけました。これを結構ね、大きめにカットしていきます。
ポテトは外はカリッと中がしっとりみたいなテクスチャーがすごい好きなので、結構ね大きめにこんな感じで切っていきます。今度味付けします。もうトレイの上で直接味付けして洗い物を減らすためにクッキングシートをここに引いて、ここにポテトを乗せて、オリーブオイルとあと塩と、あとこれ友達からもらったんだけど、アドワイザーのスパイスミックスで、これがパプリカ、オレガノ、タイム、オニオン、ガーリック、黒胡椒、セージ、唐辛子、クミン、ホップ入っております。これでね味付けするとすごい美味しいんだよね。全部ね目分量でお好みな感じで味付けていきます。こんな感じで並べました。うちのオーブンは右側の方がよく焼けるっていう特性があるので、ちょっと右寄せにしてます。で片面10分焼きます。10分焼いてこんな感じです。でこれをひっくり返していきます。美味しそう。見てこれそうでもない。やっぱ上がすごい焼けるんだな。でもう一回10分焼きます。たらー、こんがり。絶対美味しい。これっていうか美味しいの知ってるんだけど、美味しそうでしょ。これからこれを食べながらネットフリックス見てゆっくりしたいと思います。今週も最後まで見てくれてありがとうございました。気に入ってくれたらいいねとチャンネル登録お願いします。じゃあ次のビデオまで。またねー。